今回のトーナメントなんですけども、5万5000ペソ、参加費14万円ぐらいですね、日本人。何スタートチップが2万5000点なんですが、春ポーカー14万点弱ということで、賞金総額なんですけども4480万円ですね。結構メインイベントなのででかいトーナメントになってます。賞金の方を見ていきます。1位400万ペソ、およそ日本円で1000万円です。まあ1位しか取らへんから、もう1位しか振り返らへんよ。嘘。37位からインマネ9万7000ペソちゃーんということでね、インマネしたらとりあえず2倍ぐらいのね賞金はもらえるっていうことなんでね、お金とかじゃなくてここにうんこつけんのがいいやっぺよ。この休憩終了後もしっかり集中して立ち回っていく。ということで、皆さん前回の動画は見ていただけましたでしょうか。春ポーカーキレキレのポーカーでスタックをえげつないぐらい増やしています。もちろんテーブルではドチっぷりの状態です。そのようなイケイケの状態でこのハンドジャパンオフスーツ BB からテーブル上にプロっぽいプレイヤーは1人もいない状況で、もうどんなハンドで参加しても勝てるんじゃないかなっていう風に思っている無双状態の春ポーカー。この状態に入ってしまった春ポーカーはもう誰にも止められねえぺよ。噛んでもいいじゃないですか。人間ぺよこちとら。おならしてますよこちとら。ということで、ポーカープロでもあり人間でもあるよということをうまく証明した春ポーカー。そのような状況でカットオフからレイズ4500点が飛んできました。ブラインドは現在1000、2000、BB アンティ2000の状態です。春ポーカーのハンドはジャパンオフスーツ、微妙なラインではありますが、ポストフロップで勝てると思っているので、3ベットが入らない限りはコールしていこうと思っています。というところで春ポーカーはここでコールを選択。カットオフのプレイヤーとヘッズアップでフロップに向かうこととなりました。さあイケイケな春ポーカーを止めることはできるのか相手というところで、フロップは1076のレインボーボード。春ポーカーのやんちゃ心をくすぐるボードが出てしまいました。春ポーカーは一旦ここはチェックで回すんですが、相手のベッドにはレイズをしたくなるようなボード。理由としましてはガットショット、さらにはワンオーバーのジャックも持っていますし、相手が点を持っていても相当まくれそうなボードではあるからです。さらに春ポーカー現在イケイケの状態、8、9のブロッカーを持っていることから、ガツガツと押していけばこのパッシブなテーブルにおいて下ろせる確率かなりあるんじゃないかなっていうふうに思っています。というところで、カットオフのプレイヤーからベッド5000点が飛んできました。ベッドを跳ね返す。2ペアなどのコンボ数も BB 側のハンドレンジの方が多いということで、春ポーカーはここでレイズ12000点を選んでいきました。シンプルにとりあえずの CB で打ってきたハイカード系を全て下ろせたらいいなっていう風に思っています。一度コールされてしまってもジャックだったり9などまくり目はあるので、ターンに落ちたカードによってブラフを継続、またはバリューに切り替えていこうかなっていう風に思っています。ここで相手が長考に入られるので少し早送りにさせていただきます。相手のスタックがそこまでディープではないので、ターンでこちらに有利なボードが落ちた場合、相手にもうコミットさせるぐらいの強気のベッドを仕掛けてゴリゴリ悩ましたるぞと思っている強気な春ポーカー。とにかく負ける気がしないので早選ばんかいや。嘘です、降りてください。もしコールされたならば9引いて。相手はここでコールを選択。春ポーカー9を引いてナッツになりたい。ターンに向かいます。ターンは3のダイヤ。春ポーカーはジャックも9も引けずですが、完全なるラグということもありますし、相手にとっては全く発展しないカードと言っていいでしょう。逆に言うと春ポーカーが4-5などでレイズを返していた場合、ストレートに発展している形となります。ほぼ関係ないカードではありますが、どちらかというと BB 側に有利なターンカードとはなるので、春ポーカーが持っているジャックハイはショーダウンバリューがないということで、引き続きダブルバレル決死のブラフベットを打っていきます。春ポーカーが選んだサイズはベッド18000点、36000点のポットに対してハーフベッドを選んでいきました。相手はショートなのでプレッシャーかかるやろ。降りとけ。相手からまさかのここで迷わずオールイン選択。春ポーカー自身ほぼほぼ降りることは決めているんですが、相手のスタックを確認してもしかしたらオッズが合うかなとも思いましたが、ジャックを引いてもこれは負けている可能性がある。さすがにフォールドかということでハンドを捨てました。調子乗った。お前ら負けてんのあんまみんな。調子いいから絶対引けると思ったら調子乗ったよ。そうです、私がチョノリおじさんです。次行ってみよう。どれだけの無双状態でも調子に乗ったら足元救われるぞと心に留めてこのハンド。パパちゃん、おパパちゃん、ミドルポジションから。失礼しました。少し取り乱してしまいました。ブラインドは先ほどと変わらず1000、2000、BB アンティ2000の状態です。
春ポーカーまで全員フォールドしたので、もちろんオープンしていきます。 2.1BB オープンほどのレイズ4500点を選択しました。先ほど調子乗って結構大きめのポットを落としてしまったので、このパパで取り返したいなっていう風に思っています。ハイジャックのプレイヤーが降りてボタンのターン、先ほどから春ポーカーにボコボコにやられている相手です。春ポーカーにやられすぎてショートですが、ここでオールインを選んできました。相手のスタックサイズは30700点。また春ポーカーにやられに来たんですかね。ここで SB や BB のプレイヤーが降りて春ポーカーのターン、ショートスタックということは分かっていましたが、冷静な判断、正確な判断をするためにも相手のスタックサイズを確認しています。8ポケはエースキングに対しても 50% 以上の勝率があるため、なかなか降りる選択肢はできないですが、相手の特徴を完全に掴んでいたらこのオールインにもフォールドはありです。ですがこのオールインサイズに対しては相当なタイトプレイヤーにしか降りる選択肢はないと言っていいでしょう。ましてや相手は春ポーカーに対して苛立っています。ここで春ポーカーは相手のオールインサイズに合わせてコールを選択すると、相手のハンドはエースクイーンクラブちょうど 50% ぐらいの戦いとなっています。こういうじゃんけんみたいな 50% 勝負に勝っていかないとトーナメント勝ち上がれません。運命のフロップははい注目、はい注目。ポットは6万6000点超え。フロップはやばい、相手フラッシュ。上振れてます。俺さえ勝てればオッケーオッケー。ということで春ポーカーはフロップにてトップセットを完成。相手はそれよりも強いナッツフラッシュでしたが、神のターンで春ポーカーはフルハウスに反動消化。もうディーラー頭ただ勝たせるだけじゃなくてドラマティックボードありがとう。このトーナメントマジでいけるぞ春ポーカー、次のハンドかませ。はい、ということでね、再びブレイクとなりました。現在76名って書いてあるんですけども、これより飛んでると思います。もう少し少ない人数で現在春ポーカーアベレージ12万点のところ、だいたい2倍22万点か23万点ぐらい持ってます。もう激アツだよ。しっかり上振れるとこ上振れてくれてるんでね、まあいい結果残していってます。レイ2多分ね、ハンド数多すぎるので2個とかに分けるかもしれません。こことかで分けられてたら次の動画もっとエグくするからよ、見ちゃってよ。ということで、アベレージチップの2倍ぐらいをずっと突き進んでる春ポーカー、このままやったらマジで優勝あります。というところでこのハンド、キングクイーンオブスーツ UTG からアンダーザガンはハンドを絞らなければいけないポジションではありますが、キングクイーンオブスーツもちろんオープンしていきます。選んだサイズはレイズ5000点、ブラインドは現在1200、2400、BB アンティ2400の状態です。春ポーカーはこのテーブルの中でもドチっぷりではあるので、プレッシャーをどんどんかけていきたい局面です。テーブルにめちゃくちゃうまいプレイヤーもいないので、できるだけ広い範囲でポストフロップを戦っていきたい。キング10オフスーツとかでもギリギリオープンしてもいいかなっていう風に思っていました。ですがここでニュープレイヤーのボタンのプレイヤーが悩んでいます。しかもこのプレイヤーかなりのディープ、春ポーカーの次にディープかなっていう風に思っていました。そんなプレイヤーから3ベッド1万3000点を食らいました。キングクイーンオフスーツは3ベッドを食らって嬉しいハンドではないですが、相手は春ポーカーの次にディープな相手。そうなるとライト4ベッド、コール、フォールド全てありやなっていう風に思いました。相手が広く3ベッドを返してくるプレイヤーだとライト4ベッドを打ちたくなるこのハンドですが、ニュープレイヤーだったためそこはあまり分かっていません。さらに SB のプレイヤーもここで悩んでいます。入ってくるのかと思いましたが、 SB のプレイヤーはフォールド、 BB のプレイヤーがどうするか。 BB もフォールドして春ポーカーのターン、ライト4ベッド、フォールド、コールどれでもいいとは思いましたが、相手がディープということもあるので、ここは果敢に戦っていきたいと思います。ポストフロップで勝負だ。ポジションも取られているので、フロップで絡まない限りはポットが取れそうにありません。というところでフロップはキング64の2ダイヤのボード、ひとまず絡んで嬉しいボードではありますが、春ポーカー焦らずチェックをします。トップヒットクイーンキッカーということで春ポーカーはもちろん強いんですが、相手がニュープレイヤーで情報がないためタイとかルースか分かっていません。3ベッドポットということもあるので、相手の AC 勢やエースキングも警戒しながらリスクヘッジして戦っていきたいと思います。このボードでは高頻度で CB が飛んでくるなという風に思っていたのですが、予想通り相手からはベッド1万点が飛んできました。
このベッドサイズは想定内だったんですが、レイズするかコールするかで悩んでいます。春ポーカー自身クイーンも抑えていますし、クイーンズ以下のポケットペアはこのレイズに降りてしまいそうだなっていう風に思ったので、レイズしてしまっては春ポーカー以上に強いところしかコールしてもらえないでしょう。ということで春ポーカーはコール止めを選択。ターンはクイーンのダイヤ。かなり嬉しいターンカードではあるんですが、相手がフラッシュを持っていた場合、完全に事故が起こってしまうボードです。ここはドンクベットするタイミングではないだろうということで、ここもチェックで回します。相手のベッド額に対してコールもしくはレイズで対抗していこうかなと思う春ポーカーですが、内心ドキドキです。今までコツコツと貯めてきたスタックが一瞬にして崩壊してしまうかもしれないこの局面。そのような時に相手から打たれたベッド額はベッド24000点、ポットが52000点なので、ハーフポットぐらいの絶妙な額を打たれました。それなりに大きい額を打ってくれたので、レイズをしなくてもいいかなと思う春ポーカー。もしここにレイズを返してしまいオールインを返された場合、このトップ2ペアを降りなければいけない選択肢まで追い込まれる可能性もあるからです。ポジションも負けているので、レイズをして主導権を握りたい、そのような思いもあり、レイズするか死ぬほど悩みましたが、相手がかなりのディープということもあるので、リスクヘッジでコールに留めておく作戦にしました。ディーラーさん頼むからキングかクイーンかぶしてくれ。間違ってもダイヤだけはほんまに落として。いや、ほんまにだるすぎやろリバー、マジふざけんなよ。ブロックベッドを打つかも悩みましたが、ダイヤを抑えてない時点でそれはもったいない。相手がチェックバックしてくれることを祈りながら春ポーカーはチェックをしました。ここでオールインとかかまされたらマジでゲロ吐く。でも一応春ポーカーが持っているのはトップ2ペア、エースキングやエーシーズのダイヤ持ちじゃないところに対してはショーダウンバリューがあるんじゃないかなっていう風に思っていました。まあそこら辺がブラフに変えてくることもあるんですが、春ポーカーもディープなので相手も相当怖いでしょう。頼む、変なハンドでブラフだけはしてくんな。チェックバックはチェックバックで怖いけど頼む勝っとけ。相手はなんとチェックを選択。春ポーカーはキングクイーンをショー、相手はハンドをマーク。春ポーカーも思わずこの表情。リバーマジで怖かったし、リバーほんまに変な落とすなって思いましたが、結果としては大きめのポットを取れました。超絶ディープ同士のひりつくポーカー、一番怖いけど楽しいポーカーに出会いました。ナイス春ポーカーということで、ハラハラドキドキポットを終えて次のハンド。現在ブラインド変わらず1200、2400、BB アンティ2400の状態です。というところでこのハンド、クイーンパチスーツ BB から。この日 APT5 日目なのですが、4日間のうちでこの人おそらくプロだろうな、めちゃくちゃ強いなと思っているハイジャックのプレイヤーからレイズ5000点飛んできました。ポラライズされたベッドなどを駆使してガンガンこちらにプレッシャーをかけてくるような相手だったので、春ポーカー自身かなりやりにくいなっていう風に感じていました。さらに相手は春ポーカーよりもディープのドディープの状態なので、あまり当たりたくはないですが、 BB でこのハンドはディフェンスしていかなければいけないでしょう。というところで春ポーカーはコールを選択。これまでポットオーバーベッドなどで結構下ろされたりするシチュエーションが多かったので、今回こそは取り返してやろうと思っています。ポラライズしてくることが多いので、取れる時はがっつり取れるような相手というところで、フロップはキングジャック10の2スペードのボード。相手のボードでもあるので一旦チェックで回しますが、春ポーカー自身もオープンエンドストレートドロープラスバックドアフラッシュドローがあるため、早々のベッドでは降りれません。というところで相手からは安めの CB ベッド4000点が飛んできました。もちろんかなりのドローもあるのでこのベッドには降りれないんですが、無理にレイズする必要もないでしょう。完全に相手のボードではあります。というところでターンはエースのクラブ、春ポーカーはナッツストレートを完成。シンプルにここでチェックで相手からもう1回ベッドを引き出してもいいんですが、だいたい2ペアなどを持っていてもこのターンカードは一旦チェックで回されてしまいます。春ポーカーポジションも取られているため、ここは春ポーカーフラッシュドローなどに混ぜてバリューハンドでドンクベッドをしていきたいと思います。選んだサイズはベッド12000点、相手がプリフロップオリジナルレイザーということもあるので、2ペアなどを作っている可能性も高いボードかなっていう風に思います。春ポーカー自身ドンクベッドなどをすることはかなり少ないプレイヤーなのですが、このようなボードにおいてはドンクブラフベッドをするプレイヤーも多いとは思いますし、フラッシュドローとかに混ぜてここはドンクバリューベッドを打つのもありではないかなっていう風に思ったので、ポジションがある2ペアは実にコールしたくなるようなサイズを選んできました。すると相手はコール、リバーは8のスペード。これはかなり最悪なカードが落ちてしまいました。相手にフラッシュドローは全然あるかなっていう風に思っていたので、ス
スペードだけは落ちんなと思っていました。ブロックベッドを打つことも考えましたが、春ポーカーはここで一旦チェックを選びました。相手がポット以下のベッドをしてきた場合にはほぼほぼコールすることを決めていました。ですがこの相手一筋縄にはいかないだろうなというふうにも思っていました。相手は春ポーカーのチェックに対して何やら考えているので、ここではベッドが飛んできそう。もうチェックでええっていらんことすんなって思ってたら、相手からポットオーバーベッド。お兄さん大きいね。初めて見たこんな大きいね。ベッドサイズ大きいね。ということで相手はポットのおよそ 1.5 倍のベッド6万点を選択。またこいつは難しいシチュエーション作ってきおるわクソがと思っている春ポーカー。ポーカープレイヤー的には正しいんかもしれませんが、こんなに人を悩ませてな、あんたも嫌われますぜ。相手が相手だけにポラライズをする場面も多いので、春ポーカーめちゃくちゃ悩んでいるので、ここは早送りにさせていただいております。相手のこのベッドの主張的には完全にフラッシュですよというような感じです。ですがエーススペード1本でさえ持っていたら、このようなベッドなども仕掛けてくるような相手。さらにはターン相手もクイーンを持っていて、春ポーカーとセイムのハンドではありますが、リバー弱気なチェックをしたことによってフラッシュはないと読み、セイムではありますがそこさえも下ろそうとしている可能性なども考えています。ですがここまでポラライズされているので、ブラフかバリューどちらかに割り切ったベッドかなっていう風に春ポーカーは思いました。マジでバリュー型のおっさんとかにはこれ確実に降りれるんですが、この人にはコールもありと思いつつも春ポーカーはフォールド。実際3分ぐらい悩みましたが、これが合ってるか間違ってるかは今も春ポーカー分かりません。少しタイトすぎるかとは思いますが、トーナメントは飛んでしまったら終わり。とにかくリスクヘッジが大事です。もう悔しい。春ポーカー悶絶フォールディング。春ポーカーニュース。たった今入ったニュースです。春ポーカーのチャンネルメンバーシップができました。春ポーカーがメインチャンネルでは投稿しなかったオンラインポーカー実践の全ハンドを見ることが可能に。お前らこれ見て上手くなりすぎなよ。海外撮影での裏側も投稿予定。バッジや絵文字など複数の特典も。お値段はなんと1万円から値引きして990円でのお届け。あくどいよね。悔しかったらメンバーだってみえ。ポットオーバーベッドにフォールドして少しスタックを減らしてしまった春ポーカーですが、まだまだディープには変わりありません。というところでこのハンド、オクイーンズ様ボタンからブラインドは現在1200、2400、BB アンティ2400の状態です。ボタンという最強のポジションでこのお姫様2枚は嬉しくて仕方がねえど。というところで右前のハイジャックのプレイヤーが悩んでいます。さあさあさあオープンしなさい。春ポーカーのお姫様に食われるど。そんなところでハイジャックのプレイヤーが6000点オープンしてきました。もちろん春ポーカーは3ベットしようと思っているのですが、相手のスタックを確認したところ 25BB ほどのスタックしか持っていません。刻むか一発オールイン入れるかで悩んでいます。もちろんポストフロップ一番有利に戦えるボタンというポジションなので、刻んで3ベットするアクションは有効だと思います。ですが春ポーカーは裏をかいてここでオールインを選択。ここから相手がこのオールインに対してかなりの兆候をされるので早送りにさせていただきます。このハンド刻む3ベットではなくあえてオールインに選択した理由は、相手の印象的に普通にポーカーができる相手だと思いました。僕はボタンでこのように強いハンドを持っている時はしっかりと刻んでポストフロップ戦うことが多いので、クイーンズなどの強いハンドはいきなりのオールインのハンドレンジからは消してくれる、そのような逆読みがあるんじゃないかなっていう風に思いました。エースクイーンやエースジャックでのオールインを相手が意識してジャックス、テンズ、ナインズぐらいにまでコールをもらえる可能性もあるなっていう風に思っていました。エーシーズやキングスだったらもうそれはしょうがないと思っていましたが、この相手の悩みをさすがにエーシーズキングスはないので、春ポーカーここからはマジでコールしてくれと思っています。ここで相手が持ってそうなハンド的にはエースキング、エースクイーン、ジャックス、テンズあたりか。いずれにしても春ポーカー負けてない。もう 50% 以上勝率あることは分かった。てかさすがに考えすぎやって。暇なんでお届けします。ヤンキーあるあるいきます。シーズン4月27、女絡みいらん。どうですか皆さん、懐かしいですよね。大概ウィルコム持ってますよね、この絡みのやつ。コム持ち誰でも暇電かけてきてってお前にかけたくねえっぺよ。ということでもじもじと長考していた相手のプレイヤーもやっと決心が固まったようです。ナイス。ここで相手はコールを選択。相手のスタックは60300点でした。相手のハンドはエースキングスーツ。マジかよ、もうそんなんすぐゴールやろ。超特大ポットここで上振れてくれ。
やばい、フラッシュドロー引くな。きったー、春峰かクソ神引き。ターンに点が落ちたことでジャックもしくはクラブを引かれたら負けの状態でしたが、フラッシュを引かれつつフルハウスでなんとか勝利。これはでかすぎる。これはマジでかい。ということで春ポーカーはこの因縁の戦い、エースキング対クイーンズの 50% にドラマチックボードで勝利することができました。ナイス春ポーカー。デイ2ラストブレイクになります。春ポーカー現在37万点持強よ。クイーンズ激アツ。もう負ける気がしねえよオールインということで、平均チップが14万点、アベレージスタックの倍以上あります。残りプレイヤーが63人。これ優勝ちゃう？ワンチャン全体のチップリーダーあると思います。ラストしっかり休憩して最後の2時間もかましていく。ということでブレイク開けて現在ブラインド1500、3000 BB アンティ3000の状態です。前に置いてあるチップ見たらわかると思いますが、春ポーカー SB、 そしてこのハンド10と10であティンティン。あんまふざけんなよ。こんちゃーこんちゃーということで点々をプレイしていきたいと思います。オープンが入れば3ベットしていこうかなっていう風に思っていますが、続々とプレイヤーが降りていっています。ボタンまでフォールドで回ってボタンのプレイヤーがどうするか。ボタンもフォールドして春ポーカーのターン。この時の BB のスタックを見てもらったらわかるんですが、ショートのプレイヤーです。このプレイヤーの印象的に割とオールインに対してはめっちゃ硬くフォールドするタイプだったので、相手のスタック的にもオールイン要求をしても全然おかしくないスタックなのですが、ここはあえてオールインではなく 3BB オープンをしてディープがショートに対していかにもプレッシャーをかけてスチールを狙っているシーンを作り上げました。これに対しては相手はある程度のハンドでオールインをしてくる可能性が高いと思い、このオールインに対してスナップで春ポーカーはコールするとまんまと作戦は成功。相手は3ポケでした。一発オールインだと相手の特徴的には降りてしまっていたかもしれません。とりあえずは作戦成功、あとは勝つだけ。3は落ちんだ。キープキープナイスー。春ポーカーマジでうますぎるし上振れすぎてる。スタックの量が化け物になってきましたとて。今の方ね、オールイン嫌う方やったんです。やられたらかなり降りる頻度高いプレイやったんで、あえて9000にしてヒール主体感出して相手にオールインさせました。ナイス作戦成功。スタックがやばいです。40万点以上あります。ということで春ポーカースタックをかなり増やしてはいますが、まだ満足しているわけではありません。テーブルがいい間にトーナメントではスタックを増やさないといけないなっていう風に思っています。というところでこのハンドエース9オフスーツ BB から現在ブラインドは2000、4000 BB アンティ4000の状態です。ここで UTG のプレイヤーからレイズ9000点が入りました。デイ2も終盤戦でワンチャンこの日にインマネが決まるかもしれないなというところで観客もかなり増えています。もう春ポーカーがうますぎるしさ、しかも有名やからってそんな俺のことみんな見んとってや。ちなみにこの UTG のプレイヤーなんですが、おそらくプロのプレイヤーでかなり上手かった印象です。プレイスタイルとしてタイトではあるんですが、タフコールだったりプレッシャーのかけ方がエグいなっていうようなプレイヤー、そういうことも加味しながらプレイしていきたいと思います。というところで春ポーカーはこの9000点のオープンに対してコールを選択。 UTG からのオープンなので相手のハンドも相当強いですが、エース9オフスーツさすがにフォールドするのはタイトすぎるだろうということで春ポーカーコールしましたが、フロップは見事トップヒット942レインボーのボードが落ちました。焦らず春ポーカーは一旦チェックを選択。春ポーカー自身かなりのディープですが、相手も割とスタックを持っていたと思います。というところで相手からベッド1万1000点を食らいました。ここでできる春ポーカーの選択肢としてはレイズもしくはコールなんですが、安めのベッドに対してはレイズ選択もありだとは思いますが、今回そこそこ打ってきてくれたのでここはコールでいいんじゃないかなっていう風に思っています。 UTG からのオープンということもあるので10ズ以上のハイポケットも考えられます。レイズしてもそこら辺にしかコールもらえないだろうということで春ポーカーは一旦コールを選択。相手からブラフベッドだったりを引き出す作戦にしました。するとターンは5のダイヤ。春ポーカーにとって都合のいいカードが落ちました。春ポーカーはターンの5によってトップヒットトップキッカープラスガットショットストレートドローもつきました。3を持ったらストレートのボードだ。10以上のオーバーカードも落ちていないのでこれはいいカードと言っていいでしょう。というところで相手からここでまたもや強気のベッドダブルバレル2万9000点が飛んできてしまいました。もちろん相手がハイポケットの可能性もありますが、ターンでダイ
イヤの5が落ちていることによってフラッシュドローなどとも混ぜてこの強いベッドを選んできているのかもしれません。いずれにしてもこのハンド、このボードでは相当なタイトパッシブのプレイヤーがこのベッドを選んできた時しかフォールドの選択肢はないでしょう。相手のスタック的にもかなりディープということもあったので、春ポーカーめちゃくちゃ怖いですが、相手の特徴的にもプレッシャーをかけることが多いプレイヤーですし、上手いプレイヤーなのでブラフもこの強いベッドに混ぜてくるのではないかなっていう風に思っています。かなりタフなシチュエーションにはなりますが、このハンド、このボードでコールしなくて何のハンドでコールするねんと思い、春ポーカー勇気を持ってここでコールを選択。春ポーカー悩みまくっていたのでタイムバンクチップを1個使ってしまいました。まあいい、タイムバンクなんかくれてやら。とにかくこの勝負、この1個を勝てばいいんや。リバーに向かいます。リバーは8のハート。どぎついラグが落ちてしまいました。春ポーカー的には嬉しいカードでもありますが、相手がハイポケットを持っていた場合でも嬉しいカードとも言えます。ということで春ポーカー一旦ここはチェックを選択。相手の動きを見ていきます。ポットは現在10万4000点にフラッシュドローも落ちていない形なので、ここのベッドには降りづらいですが、もしもオールインが飛んできてしまった場合、悶絶しながらフォールドする可能性もあります。というところで相手から手が伸びてきました。相手が選択したベッド額は4万1000点。明らかにおろす気がなさそうなベッド額が飛んできたので、春ポーカー余計に悩んでしまいます。ここからめちゃくちゃ悩んだので早送りにさせていただきます。ここでトリプルバレルを打てるような相手のハンドはセット、もしくは上ポケでしょう。2オーバーでブラフを打ち切っている可能性もありますが、やはり本戦としてブラフハンドとして見えるのはエースのダイヤを含んだドロー滑り。春ポーカーがエースハートではなくエースダイヤを持っていた場合、このベッドには降りなければいけないでしょう。でもこれコールせんかったら何でコールすんねん。マジで怖いよ。死ぬほど怖いけど春ポーカーここでコールを選択。相手のハンドはエース9で春ポーカーとチョップ。ということでまさかのチョップでクソいじめられた気分ではありますが、仲良くチップを分け分けする形となりました。ディープ同士のめちゃくちゃタフなスポットではありましたが、春ポーカービビらず最後までコールし続けることができました。いい感じに心臓鍛えられてるぞ春ポーカー。はい、ということでデイ2ラストハンドになります。絶対エイシズ来てや。いきます。ホールドかなり上振れたし、キレッキレのポーカー見せれたと思います。春ポーカーマジさすがにうますぎますって。はい、ということでちょうど39万点でデイ2進出です。アベレージが22万点なんで、アベレージの2倍ちょい下ぐらいね持ててるんで、全然優勝あります。おめえよおめえよ気持ちいいってことで37位からインマネで残り42人と5人飛べばインマネっていう状況まで来ました。ってことで今日は気持ちよく寝ます。ここまで見てくれた方ありがとうございました。ライフイズギャンボーにアタッピン。チャンネル登録せんといて、俺のこと監視せんといて。